皆さんこんにちは。Say Japanese ポッドキャストへようこそ。皆さんの国では日焼けはしたい派ですか？しない方がいい派ですか？国の傾向もあると思うし、それぞれの好みもあると思うんですけれども、日本ではかなり日焼けはしたくない派っていうのは皆さんご存知ですよね。日本だけじゃなくて東アジア、中国とか韓国は、日焼けしたくない人が多い。ヨーロッパとかでも外歩いていて日傘さして夏なのに長袖着てっていう人を見たらだいたい東アジア人ですよね。ベトナムとか東南アジアの方でもそういうふうにすごく長袖を着たり日焼け対策をしている人を見かけますが、以前にベトナム人に聞いてみたら、なんかそれは本当にベトナムの日差しがすごく強くて、でベトナムの人はバイクに乗って移動したりすることも多いので、本当に肌を守るためにしている人が多いと聞きました。でそれに対して日本人はもちろん健康のためもあるんですけれども、それよりも肌を白く保ちたいからっていう人が多いのかなっていう気がします。で逆に今住んでいるスペインでは日焼けをしたいっていう人がたくさんいます。でこの日焼けとか日差しをめぐる表現の違い、スペインと日本間での表現の違いはすごく面白いですね。日本では肌白いね、顔小さいね、目大きいねが三大褒め言葉みたいなものです。本当によく聞きますね。もう誰かに会ったら必ず誰かが他の人のことをこの3つのうちのどれかで褒めているみたいな。で化粧品の宣伝とかでもよく使われるのが透き通るような白い肌。透き通るっていうのは transparent なので、もう本当に白ければ白いほどいいということですね。で逆に、スペインこっちでは、日焼けしたねっていうのが夏の定番の褒め言葉です。でビーチ行こうよの代わりに、日焼けしに行こうっていうのもよくありますね。で日本では白い肌だねが褒め言葉であるのに対して、こっちで白いねとか言ったら結構悪口というか、白いと言わずに pale って言いますよね。日本語で言うと青白いみたいな、なんかちょっと病気っぽい健康じゃない感じがするねっていう意味になってしまいますよね。でよくこのアジア人と西洋人の間のビューティースタンダードの違いで混乱が起こっているのを見かけますよね。このアジアの文化を知らなかった西洋人がアジア人にあなたすごく白いわね、いいわねって言われて、なんかびっくりしていたりね。でなぜこのビューティースタンダードの違いが起こったのかちょっと考えてみたり調べてみたりしたんですけれども、白い肌が美の基準となったのは平安時代、つまり、8世紀から12世紀あたりまで遡るようです。で当時は貧乏な身分は、外で仕事をする農家とかとして外で仕事をするので日焼けをしていた。で逆に外に出なくていい、日の当たる場所にいないでいい人は高貴な人、家の中にいられる高貴な人という感じだったんですね。でこの白い肌イコール高い身分、つまり美しいという価値観につながった。でこれは多分西洋とか他のアジアでも似た傾向があると思います。で西洋ではその後それが変わって日焼けしている方が健康的とか、あとは休暇でビーチに行って日焼けできるイコールお金持ちっていう新しい価値観が、出てきて、その日焼けに対する価値観が変わっていったのに対して、東アジアではその白い方がいいっていう価値観が残ったらしいです。日本でこの白い肌がいいとされる理由は多分他にもいろいろあって、例えば
ファッションスタイルとかも少しあるのかなと思います。日本人ってあんまり派手な赤とかオレンジとか濃い色を着ないイメージ。全体的に肌も服も薄い色、透き通る感じが好きな気がしますね。で、他には日本でのビューティースタンダード、美しいとされるものが西洋人であるということもあります。その目は大きい方がいい、鼻は高い方がいい、足は長い方がいい、顔も小さい方がいいっていうのも全部西洋人が美しいとされているからこそのビューティースタンダードなんですけれども、肌も同じですね。肌も西洋人の方に白い方が、美しいとされるっていう考えがある気がします。でもこの日焼けに対する価値観は時代でもすごくよく変わりますよね。今はみんな白くなりたいと思っている日本人ですけれども、昔日焼けが流行っていた時代もあります。1900年代に主に2回あったらしいんですけれども、1回はその西洋での日焼けが健康的っていう考え方に影響されていた。で、90年代では皆さんも知っているように、ギャルが流行ったので特にガングロギャルとか、すっごいもう本当に黒いっていうくらい日焼けをする、そういうのが流行りました。ちなみに今でも私の友達でギャルがいて、その子は、日サロに通って日焼けをしています。それから最近では男性もすごく白肌を気にします。一昔前は女性は白い肌が良くて、男性はむしろ日焼けしていた方が男らしいとかいう考え方もあったんですけれども、最近では男性も、白い肌がいいという人が多いようです。で、特に例えば韓国人男性とかよく美容にすっごく精通している人とか見て、洗顔とかスキンケアのステップがすごい10ステップぐらいあったりするのを見たことがありますけれども、日本でもそういう化粧水とかクリームのことをよく知っている人が多いし、男性でも日傘を使ったり夏に長袖を着て日焼け対策をしたりっていう人は、普通に見るようになりました。皆さんここまでどれくらい日本語が分かりましたか？もし少し難しいなとか、もっと自分でこれを話せるようになりたいと思う方には、私が運営しているさやジャパニーズスクールで、1対1のオンラインレッスンを受けることをお勧めします。今回はあや先生をご紹介します。あや先生は会話レッスンを担当しています。日本での生活に必要な会話からもう少し深い会話をする練習もできます。ご自身は今カナダに住んでいるので、外国語で自分が思っていることをその通りに伝えることの大変さを身をもって感じていて、だからこそ授業中には皆さんが自分の考えや伝えたいことをより正確に表現するお手伝いをしてくれます。特に初心者の方とか日本語で話すのがすごい緊張してしまうという方にあや先生をおすすめします。なぜかというと、あや先生は本当に優しくて、生徒が理解しているか聞き取れているかを細かくチェックしてくれて、でもしわからない場合は話すスピードを落としたり丁寧に説明してくれます。トライアルレッスンは sayajapanese.com/lesson から受けられます。リンクはキャプションにあります。それでは本題に戻りましょう。面白いのがこれと同時に脱毛も男性がすごくするようになりましたね。日本ではひげを生やすのはインフォーマルっていうイメージがあるので、会社に行く人とかはみんなひげを剃るんですけれども、夏休みに入ったらひげを伸ばす人とかもいるんですね。でも最近もうひげもレーザー脱毛しちゃってもう生えてこないようにしているっていう人もたくさんいますし、そのひげだけじゃなくて、脇毛とか体全体の毛も脱毛するという人が多いそうです。で、逆に西洋ではひげがあった方がいいとする人も多いようで、なんか逆にひげがないと
なんかそれを悩んでいる人って結構いますよね。で男性は結構こうもう胸とか背中お腹にもすごい体毛が生えているけれども、女性にそういう毛が生えているとなんか汚いとか文句言ってる人もいるので、自分は毛が生えててもいいのに周りの人が生えていたら文句言うのはなかなか面白い人たちだなと思っていますが、住んでるところによってこういった毛とか日焼けとかに関しても本当に全然違う真逆の価値観があるっていうのは本当に面白いですよね。で私自身は本当にどっちでもいいんですけれども、やっぱりスペインに住んでいて周りがみんな日焼けしたい日焼けしたいっていうのを見ていたり、あとは日焼けしていることを褒められるとやっぱりその日焼けの方がいいのかなっていう価値観に、だんだん偏っていっている感じがします。であとはこの前友達に日焼け好きでよかったねって言われて、確かにって思ったんですね。なぜかというと日焼けをするのは私にとっては本当に簡単なんですね。例えば白人の友達とビーチに行って、彼らは何時間も日の下に当たって、でなのに赤くなって痛くなるだけで翌日にはちょっと焼けたかなぐらいなのに対して、私はもう日の下に2時間いたら赤くなるとか通らずにそのまま日焼けするんですね。もうそのまま肌の色が濃くなるので、それは簡単っていうのもありますし、昔日本に住んでいて日焼けをしないようにすごく頑張っていた時、結構辛かったんですね。そもそも昔からアウトドア派なのですごく日焼けしやすいし、よく日焼けしていたんですけれども、そのせいでいつもみんなに真っ黒だね黒いねって言われていて、で10代半ばくらいからそれが嫌になってきて、日焼け対策をし始めたんですね。その当時は外の世界のことを全然知らなかったので、世界には日焼けしていた方がいいとする価値観もあるっていうことを全然知らなくて、なのでもう白くなきゃ美しくない、自分の日焼けしている肌はすごく醜いんだと信じ込んで、もう本当に気が狂ったように日焼け対策をしていたんですね。もちろん1日に何回も日焼け止めを塗り直して、外を歩くときは夏でも冬でも日傘をさす。で夏暑い中でも上着を着て腕が日焼けしないようにしたり、そもそも日焼けするようなアクティビティ、友達と外に出かけるとかビーチに行くとかそういうことはもう控えていた。でもどんなにこうやって頑張って頑張って白くなろうとしても、やっぱりアジア人だから慣れないんですね。その CM で見かける透き通るような白い肌にも西洋人の白い肌にも絶対慣れない。一番本当に日焼けしなかった時期でも自分の肌は、ベージュとか黄色とかって思っていたんですね。でそれが本当にその黄色っぽい肌っていうのが本当に嫌で、日焼け対策はもちろん続けながらファンデーションとかに緑とか青が入っているものを選んで、少しでもその自分の自然な色ではなく白い肌に近づけようとしていたんですね。その時は自分の肌がもう慣れない、そういう白い肌にはなれないっていうのを受け入れられなくて、どうにかしたらなるんじゃないかと思っていろいろ試していたんですね。でもそんな人生つまんないですよね。しんどいですよね。外にも出れないし、外に出るとしたらその日傘とか長袖とか本当に暑いしめんどくさいし、できることも少ないし、で外にいる間はずっと日焼けしてるかもってずっと気にしている。でドイツに留学して、で周りを見て、感化されて日焼けしてもいいのかなって気づいてちょっとし始めて、でそれでめっちゃ楽じゃんって思ったんですね。日焼けする方向性でいくならもう本当に日差しが強い日だけはちゃんと日焼け止めを塗って、であとは別に気にしなくていい、好きなことを好きなだけできるので、これはいいじゃんと思って、もう180度日焼けする方向性に、転換しました。もちろん肌のがんとか、
肌の病気には絶対なりたくないので、日焼け止めはしっかり塗っています。で、さっきも言ったように私はどっちがいいとか全然思ってなくて、日焼けしている肌もそれは美しいし、そうじゃない肌も全然美しいと思う。で、日本は日本で日焼けしたくないのに日焼けしてしまって自分のことをすごく醜いと思っている人もいるし、逆に私の住んでいるスペインでは自分のことをすごい私はゾンビみたいな見た目とか言って日焼けしていないことを、に劣等感を持っている人もたくさんいるので、どっちがいいじゃなくてどうであれ自分のことをもっと美しいと思える人が増えたらいいなと思っています。皆さんの国ではどうですか？ぜひコメント欄で教えてください。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at Saya Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!